皆さんご機嫌うるわしゅう。現在リールを買った時に標準で使われているのがステンレス製のベアリング。ステンレスベアリングは強度とか耐熱とかある程度のポテンシャルを持っていて、何よりお安いという汎用性の高い素敵なボールベアリング。丸亀製麺のようなコスパの抜群さ。まあ問題ないんですよ、ステンレスで。問題があるならメーカーが標準で使わないしね。ところが軽いルアーをベイトリールでも扱いたいなってベイトフィネスという概念が出てきちゃいます。となると軽いルアーを飛ばす、つまり軽い力でスプールを回す必要性が出てきたってわけ。じゃあ軽い力でも回りやすいように軽くしようぜってスプールに穴を開けてスッカスカにして軽量化された。布の部分がほぼない断密のスカスカ水着みたく軽量化。その流れでボールベアリングにも目を向けられたんだけど、ベアリングをスッカスカ水着にしても意味がないので素材に注目されたってわけ。水着が布から貝殻に変更されたみたいね。要はボールの素材が軽ければより軽い力でボールベアリングが回り出してくれるよねってこと。そこで白羽の矢が立ったのがセラミックベアリング。ステンレスの比重は 7.6 から 8.1 あるんだけど、セラミックの比重は 2.2、 3分の1ぐらい軽くなる。3分の1ぐらいシャムシェードってことで、ベイトフィネスリールのベアリングをセラミックベアリングに変更するカスタムが一般的になった。だけどベアリングを軽い力で回転させるためには大事な点がもう一つあるというか、これが一番大事。それが摩擦抵抗。ベアリングでステンレスとセラミックの素材の違いによる摩擦抵抗の差はほぼない。それよりも摩擦に大きく関与してくるのがオイル。粘度が高いオイルを使えば摩擦抵抗が増えるし、粘度が低いオイルなら摩擦抵抗を抑えられる。というか、そもそもオイルを使った時点で摩擦が増える。ちょこっとならまだしも劇的に増える。私のチャンネル登録者数もオイルを指して劇的に増やしたいもんです。そもそもオイルをなんで刺すかというと、摩耗や錆を防ぐため。ステンレスは錆びにくくはあるけど錆びちゃう。ましてや水と密に接する釣りですからね。錆びるリスクを隣り合わせなのでオイルは必須となる。セラミックはというと錆びないんですが、ただ俗にセラミックベアリングと呼ばれているベアリングはボールの部分だけセラミックを使い、ボールとボールの間の部分はステンレスを使用したハイブリッドなベアリングとなっている。要はステンレス部分が錆びちゃうからオイルが必要となる。さらに言うとセラミックは硬く、ステンレスは柔らかいので、ステンレス同士を使っている時よりもセラミックがステンレスを摩耗させていってしまう。摩耗増加に伴って摩擦抵抗も増加してしまうので、摩耗を抑えるためにもオイルが必要となる。ってことで、完全にオイルなしにするためには錆びないし硬い銅素材なので摩耗もほぼなし。すべての部分にセラミックを使用したフルセラミックボールベアリングの出番となる。ってことで、フルセラミックベアリングこそ軽いルアーのキャストにベストなんではと、スプールを支える2つのベアリングをフルセラミックベアリングにしてみた。巻き心地はというと若干軽くなった気がする。巻き自体そもそも軽いから正直変化は感じない。体重100キロの人が1キロ痩せたって程度の違いしか感じない。
PE2.55 40メートル巻きで約 5g のルアーをキャストしてみたけど、軽い力で適当にキャストする分には山なりに飛んでってステンレスベアリングとの変化は感じられなかった。ある程度の力でキャストした時はステンレスベアリングの時よりも低い弾道で失速せずに伸びる感じで飛んでいった。これだよこれ、求めてたのは。けどそこまでの感動はなく、こんなもんなのかいって感じ。クラッチを切った状態でロッドでルアーをズル引きしてみたが、これは明確に変わった。ステンレスベアリングの時はスプールも若干回るけどルアーをズル引けちゃってたんだけど、セラミックベアリングだとスプールが回りルアーは全然動かない状態だった。つまり軽い力でスプールが回り出すってこと。これはステンレスの時と全然違うと体感できた。で、デメリットもやっぱりあって、スプールが若干回りすぎちゃう。なのでブレーキセッティングなりサミングなりステンレスベアリングの時よりはシビアに必要になる。そして何よりうるさい。まあとにかくベアリングの回る音が大きくなる。対策としては大きく鼻歌でも歌ってかき消すしかない。鼻歌のレパートリーを増やしておくべし。で、ステンレスに比べてお高い。なので年収18万円ポッチの私は中国から購入。1つ5、600円台だった。その代わり注文してから到着まで 2、3 週間かかっちゃうけどね。待てる方はどうぞ。ってことで、とりあえずファーストインプレッションでした。引き続き使ってみて何かあったらまたお伝えしますね。